家庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日は9月におすすめの植え付け時野菜ランキングを紹介します。前回から貯蔵性を評価軸としてランキングを作っておりますけども、9月は年間の中で一番貯蔵性が効くスタートタイミングの一つかもしれません。葉物野菜などの植え付けもたくさん始まります。貯蔵性のある野菜を栽培してみてください。それでは評価軸ですが、まずは収量です。続いて病害虫への強さ、最後に貯蔵性、この3つの観点を5段階評価にしましてランキングとしております。では行ってみましょう。いや今日は曇り空でだいぶ涼しくなりました。今年の夏は非常に暑くて YouTube の撮影も断念しようかなと一時は考えておりました。今日は午後から YouTube の撮影があるということで、自分の畑がおろそかになっておりますので、今日は朝7時頃から自分の畑に行って土作りをやったりいろいろ作業をやってきました。皆さん9月になりますとこういうピーマンがよくできます。これを取ってみます。皆さんこのピーマンまるでパプリカのように赤く熟しております。まずピーマンはですね、このように当初はグリーンのピーマンなんですけども、逐次月日が経つとこのように茶色っぽく色が変わってきます。それがだんだんとするとこのように赤から茶色に、やがてこのように真っ赤なピーマンになります。何もこれは腐ってる兆候ではありませんので、こういうものも食べれるし、これも食べれるし、赤色のピーマンも食べれますので、捨てないで収穫して食べてみてください。ということで、こんな現象が9月にはよく見受けられます。では本来のランキングに入っていきましょう。それでは9月のおすすめ野菜の第5位です。ベビーキャロットです。ベビーキャロットというのは小さな人参の一種で、そこまで大きくならず栽培期間も短いのが特徴です。このベビーキャロットを巻いていただければ小さいサイズですので年内収穫ができます。非常に可愛らしくて生野菜等で食べても非常に美味しい人参です。使い勝手がいいのが特徴です。それでは評価軸です。まず収量ですが、やはりサイズが小さいのとたくさんまかないと収量が確保できませんので、収量はちょっと厳しめの2としました。病害虫への強さですが、アゲハチョウがやはり天敵です。アゲハチョウの卵が産みつけられてチェックを怠りますと、葉が小さい分一気に食害を受けます。ですので2としました。最後貯蔵性ですが、通常の人参よりかは貯蔵性がありません。畑の中にそのまま植えておけば一定期間長く収穫することができます。抜いたらすぐに1週間以内ぐらいで食べていただく方がいいと思います。ということで貯蔵性の評価は3としました。合計が7です。人参本来の貯蔵性にはちょっと落ちますので少し厳しめにしましたが、人参の発芽がうまくいかなかったという方は9月にリベンジで植えてみてください。続いて第4位です。大根です。大根は皆さんご存知の通り王道の冬野菜です。大根栽培はまずはポイントとしまして、高畝で栽培してみてください。水はけが良くないと腐ったりしますので高めの畝を作ってください。また間引きを一気に間引きすることなく3回ぐらいに間引いて育ててみてください。大根には特にアブラムシ、シンクイムシという代表的な虫がつきますので、大根の種をまいたらすぐに防虫ネットを張って栽培をしてみてください。冬野菜だったら
絶対育てようという野菜ですので、ぜひ挑戦してみてください。では評価です。まず収量ですが、大きいサイズの大根を植えたり数を植えたりすると、かなり冬の期間重宝するような大きな大根と量も取れるはずです。なので収量は4としました。続いて病害虫への強さです。病害虫は結構発生するんですけども、少し被害には遭いやすいということで評価は2としました。最後貯蔵性です。収穫時期になりましたら冬越しをさせると長く収穫が楽しめます。また収穫したものは1週間以内に食べた方がいいんですが、天日干しや漬物にしますと長く3ヶ月とか半年とか貯蔵することができます。一手間加えることを考慮して貯蔵性が3といたしました。合計が9です。大根は干しますと旨味も増しますので、ぜひやってみてください。続いて第3位です。干しネギです。これは九条ネギなどを1ヶ月ほど干していただき、再度植えるという方法です。ちょうどこの9月の時期が植え時で、ホームセンター等に苗が売っております。干しネギの魅力といいますと、早く収穫ができるということです。苗の購入や育苗ができてない関係でネギを今年は植えてないという方も、干しネギさえ手に入れば年内に収穫ができます。ということで非常に最短で収穫できるネギです。では評価に行きます。収量ですが、小さな干しネギの苗から大きなネギが育ちますが、植えた分の収量になりますので評価は3としました。病害虫への強さはこれから気温が下がっていきますので、そこまで気を使う必要はありません。アブラムシなど若干ついたりしますけども、早期に対応すれば全く問題ありません。早めに収穫せずに春まで持ち越しますと病気などにかかる可能性はありますが、年内収穫なら大丈夫だと思います。ということで評価は4としました。最後貯蔵性です。ネギも人参や大根と同じように畑に長く植えておけば収穫が長く楽しめます。抜いてしまいますと約1週間ぐらいで食べていただいた方がいいと思います。畑に土寄せをして置いておけば2月ぐらいまでは取れると思います。ということでそういった面の貯蔵性も考えて評価は3としました。合計が星10です。干しネギは栽培方法がわからないという方がいらっしゃると思いますが、意外に簡単な野菜です。ぜひ作ってみてください。それでは第2位です。秋じゃがいもです。秋じゃがいもは春じゃがいもに比べると若干収量が落ちますけども、それでも一つの種芋からたくさんのじゃがいもが収穫できます。秋じゃがいもの栽培のポイントとしては、いかに葉を枯らさないようにして長く伸ばせるかにあります。ですので気温が落ち着いてきましたら早めに植えてみてください。しっかり日光に当たる期間が長くなれば、その分芋の太りや収量が良くなります。やってみてください。それでは評価です。収量は若干収量が落ちる点を考慮して4としました。病害虫への強さはこれまたアブラムシ、あとはコガネムシの対策ができればほとんど他の虫の被害はありません。しかしアブラムシの被害については病気の蔓延になりますので、この点だけ十分注意してみてください。ということで3としました。貯蔵性については春までの期間は全く問題ありません。長く保存して食べることができます。ということで評価は4としました。合計が11です。貯蔵できると言ったらこの野菜だというくらい保存が効く野菜です。
秋じゃがは栽培する方が少し少ないと思いますけども、ぜひやってみてください。特に今年は種芋が不足しているようですので、見つけたらぜひやってみましょう。それでは9月おすすめ野菜ランキングの1位を発表します。ニンニクです。うまくキャッチしました。危うく下に落とすんじゃないかとヒヤヒヤしてたんですけど。ということで、私が野菜の中でも一番大好きなこのニンニクです。ニンニクは一度育てますと栽培期間は比較的長いんですが、腐ってしまうということはほとんどなく、しっかりと保管をすれば年間通じて活用できる野菜です。ニンニクを薄くスライスしまして油揚げをします。ポテトチップと思えばいいです。ポテトチップみたいにカラカラに揚げて、そのニンニクをあらゆる料理にのせて食べます。これがもう何とも言えない香りと食感がしましてね、非常にこれは大好きです。もう一つは醤油漬けですね。瓶に詰めて醤油漬けで晩ご飯等に 2,3 個食べるというのが私の毎日これをやっております。ぜひ栽培に挑戦してみてください。それでは評価です。終了ですが、一辺から大きなニンニクができますので、非常に収量があると思います。ということで収量は4としました。病害虫への強さですが、春先のサビ病だけが難点です。ここをうまく乗り越えられれば大きなニンニクが取れると思います。ということで3としました。貯蔵性はこれはもう抜群です。干しておいたり半日陰に置いておけばかなり長い期間食べることができます。ビニールなどに置いておきますとカビなどが生えてしまいますので、その点だけ注意してみてください。ということで貯蔵性は5としました。ということで総合が12です。ということで9月のおすすめ野菜ランキングをご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。ではバイバイ。